優れもん自動車用品の草です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドルチェホーン取り付け。僕、電車が走ってきたかと思ったのだ。存在感のある上品な重低音、ドルチェ3、感動の音ね。僕、ドルチェホーンがとても気に入ったのだ。絶対に買うのだ。でも電車みたいな音は車検に通らないし、公道で鳴らしてはいけないの。そうなの？大丈夫、車検に通って違反にならない設定があるのよ。どういうこと？ドルチェ3の構成部品です。高音と低音のダブルホーン、回路ボックス、専用ハーネス、L 型ステー2つ、L 型ステー用のボルトとナット、配線コネクター2つ、取り付け取扱説明書。少し大きめの渦巻き型ホーンです。ホーン端子にプラスマイナスの表示がありませんが、どちらに接続しても問題ありません。重量感のあるホーンです。ホーン片側の重さを測ります。約 520g。 カローラアクション5速マニュアル、ドルチェホーン取り付けます。ラジエーターグリルの奥、純正ホーンがあります。ラジエーターグリル外します。ボルト外します。クリップ外します。フロントバンパーとのはめ込みを外します。ラジエーターグリル外れました。ラジエーターサポートオープニングカバーを外します。すべてのクリップを外します。この車はプラス線が1本、アース線はありません。1本のプラス線を2つのホーンに分配しています。ホーン取り付けボルトとラジエーターサポートでアースを落としています。純正ホーン外します。アース用のボルトです。純正ホーン取り付け部分にドルチェホーン合わせてみます。純正と比べるとドルチェホーンは大きく重いので、しっかり固定することができません。フロントバンパーの頑丈な補強、リインフォースメントにホーンを固定します。フロントバンパー外します。クリップ外します。傷防止のためマスキングテープを貼ります。フロントバンパーとエネルギーアブソーバーを固定しているボルトを外します。バンパーを外した後の傷防止、フィルムを貼りました。フロントバンパーとフェンダーライナーを固定しているクリップを外します。マイナスドライバーでクリップのロックを解除してから引っ張ります。フロントバンパーの両端を引っ張り、はめ込みを外します。フロントバンパー外れません。フォグランプのコネクターがついていました。コネクターのはめ込みを外します。フロントバンパー外れました。フロントバンパーエネルギーアブソーバーを外します。ドルチェホーン取り付け箇所の確認です。外気温センサーです。後ろ側にはクーラーコンデンサーとラジエーターがついています。クーラーカバーの前側にホーンを取り付けます。ボルトナット外します。頑丈な取り付け部分、スペーサーがついています。ホーン取り付け位置確認。エネルギーアブソーバーとホーンが接触します。ホーンが両方とも当たっています。ヒートガンで温めます。プラスチックを柔らかくして金属パーツなどで押さえます。この方法でクリアランスを確保できそうです。ヒートガンで温め、少し溶かします。冷めないうちに押さえます。高音側のホーンクリアランスが確保できました。次は
低温側保温の逃がし加工です。ヒートガンでプラスチックを溶かします。すぐにしっかり押さえます。フロントバンパーエネルギーアブソーバーの加工が終わりました。次は保温の取り付け穴加工。印をつけました。ドリルで穴開け加工。穴開け作業が進みません。 556DX をスプレー。ほぼ変化なし、新品のドリルビットを使っています。フロントバンパーリインフォースメントを外すことにしました。リインフォースメントは左右のフレーム、サイドメンバーにしっかり固定されています。リインフォースメント外れました。ドリルに体重を乗せて穴開け加工しています。鉄板がかなり硬く、少しずつしか削れません。 556DX をスプレー。おそらく強度の高い超高張力合板だと思われます。かなり時間がかかりましたが、なんとか穴開け加工できました。新品のドリルビット、鉄鋼用、ステンレス用、すべて焼けました。パーツクリーナーで脱脂します。タッチアップペンで錆止め塗装。裏側にも塗料を塗ります。水が入らないようにホーンの開口部を下にして取り付けます。ホーンの取り付け具合を確認。付属のボルトナットを取り付け、しっかり締めます。ホーンとエネルギーアブソーバーのクリアランスを確認。問題ありません。ラジエーターサポートのカバーとホーンが接触しています。カバーを外します。ホーンと当たるところをカットします。ニッパーとプラスチック用カッターを使いました。カバーを取り付け、ホーンとカバーのクリアランス確保できました。次はホーンの配線です。バッテリーのマイナス端子を外します。専用ハーネス。赤い線は電源線。バッテリーのプラス端子に接続します。バッテリープラス端子の固定部分に電源線を取り付けます。バッテリーのプラス端子を外します。バッテリーステー外します。バッテリー外します。電源線にはヒューズがついています。バッテリープラス端子のナットを外します。電源線の丸型端子を装着、ナットを取り付けます。電源線に別売りのコルゲートチューブをかぶせました。次は回路ボックスを固定します。回路ボックスは配線部分を必ず下にして取り付けます。左フロントフェンダーエプロンに回路ボックスを取り付けることにしました。ホームセンターの汎用ステーを使います。フェンダーエプロンの傷防止スポンジテープを貼りました。ボルトナットで回路ボックスをしっかり固定します。回路ボックスのアース線、バッテリーのアースポイントに接続します。アースボルトを取り外し、黒いアース線を接続。赤い電源線はオーディオアンプの電源線に固定しました。回路ボックスと専用ハーネスのコネクターを接続。専用ハーネスのホーンとホーンスイッチの配線です。別売りのコルゲートチューブをホーンの配線にかぶせました。ホーンの配線をラジエーターとラジエーターサポートの隙間に通しました。コーンホーンの配線は黄色と赤色です。端子部分に手が入りません。低温ホーンを外します。2つの端子、黄色と赤色、どちらに接続しても問題ありません。平型端子を止まるまで差し込みます。低温ホーンは緑色と赤色線。2つの端子、接続はどちらでも構いません。余っている配線をまとめて固定します。
低音ホーン取り付け。ホーンの配線をラジエーターサポートに固定しました。次は2本の青色線です。この車はパターン2番のつなぎ方です。青色線のクワガタ端子側、ボディアースです。バッテリーマイナスアースポイントに接続することにしました。回路ボックスのアースと青色線を一緒に固定します。余っている青色線をまとめて固定します。もう一本の青色線です。純正ホーンのプラスコネクター2つのうち1つに接続します。取説では配線コネクターで接続することになっていますが、使いません。平型端子を青色線に取り付けます。純正ホーンプラスコネクターと青色線を接続。接続部分に結束テープを巻き付けました。ホーンの配線を固定しました。バッテリーを仮付け。ホーンの動作確認。正常になっています。回路ボックスの緑色線、アースに接続しなければ車検に通ります。余韻のない上品な重低音です。緑色線にギボシ端子を取り付け、アースに接続。余韻のある電車ホーンになりますが、車検に通らず、道路運送車両法違反です。切り替えスイッチをつけることにしました。エーモンのロッカースイッチです。ギザギザのナットでスイッチを固定します。エンジンルームから車内までの配線を用意しました。ダッシュパネルにゴムのグロメットがあります。ニッパーでカットします。この部分に配線を通します。エーモンの配線ガイド。配線ガイドに緑色線をテープで固定しました。グロメットに通します。車内に配線が通りました。スイッチホールカバーを外します。マスキングテープを貼り付け、印をつけてドリルで穴開け。スイッチホールカバーにロッカースイッチを取り付け。アース線を接続。エンジンルームからの緑色線を接続。アースのクワガタ端子。ロッカースイッチ取り付け。カウルサイドトリムボード外します。フロントピラーのアースポイントにスイッチのアースを接続。スイッチの配線をまとめて固定しました。エンジンルーム側の配線にコルゲートチューブをかぶせます。車両ハーネスにスイッチの配線を固定しました。回路ボックスの緑線とスイッチの配線を接続。バッテリーステー取り付け。バッテリープラス端子を接続。マイナス端子を接続。フロントバンパー取り付けます。ホーンとフロントバンパーが接触していないか確認。問題ありません。スイッチオフ。アースに落ちていません。余韻なしユーロサウンド。スイッチオン。アースに落ちました。余韻のある電子サウンド。完成しました。スイッチオフで車検に通って違反にならないのだ。違うわ、車検に通らないし違反になるわよ。そうなの？道路運送車両法の保安基準第43条。軽音機の条文を読むとダメな理由がわかるわ。どういうこと？運転者が運転席で音の大きさまたは音色を容易に変化させることができるものは適合しないと書いてあるわね。せっかくスイッチをつけたのに違反になるとは思わなかったのだ。車検に通るようにしたいのだ。切り替えスイッチを外すと車検に通ると思うわ。わかったのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。
僕からもお願いしますなのだ。ご視聴ありがとうなのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。